皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ関税に伴って、Apple が従来中国で作っていた iPhone を全てインド生産へと切り替えるというような方針を示した。そのように報道がなされているのです。一企業の判断に伴って20万人、30万人といった数での失業が発生する可能性があります。トランプ関税は多くの企業にも影響するものですから、当然のように Apple 一社だけの話では済みません。同様にして中国での製造を他の国へと移転させようと考える企業はこれからも続々と発生するはずです。今回の動画ではApple の動きを通してトランプ関税がうまくいっているかどうかについて追っていきましょう。朝日新聞の記事よりアメリカ向けの iPhone 生産、中国からインドに全量移管へ。イギリスのフィナンシャルタイムズはアメリカ Apple がアメリカで販売するスマホ iPhone の生産を来年にも全て中国からインドに移管する方針だと報じた。トランプ政権の高関税政策の影響を和らげるため中国頼りの生産体制を見直す。Apple は台湾の本廃などに委託し iPhone の大半を中国で生産してきた。アメリカで販売する年6000万台以上は全て来年末までにインドからの調達に切り替えるという。まず最初にトランプ関税についての現状確認をしておきます。トランプ大統領は中国に対して当初フェンタニル問題を理由として 20% の関税を課しました。その後相互関税だとしてさらに上積みし、中国がこれに報復するとお互いに関税を掛け合う形となり、アメリカは中国に対して 145% の関税を課し、一方で中国はアメリカに対し 125% の関税を課しています。このような状況でさらにホワイトハウスは最大245% まで関税をかける可能性があることを示しました。ただ、このように激しい関税を掛け合うことによって市場は大いに動揺したことから、トランプ大統領はスマートフォンなど一部製品については相互関税部分については一旦停止し、フェンタニル関税のみ 20% のみに抑えるといった話をしています。ただしそれはあくまでもスマートフォンなど一部製品だけにとどまり、中国に対しては全体としては 145% の関税を課しています。トランプ大統領の一つの特徴として朝令暮改、最初言っていた話が次から次と変更されるといったことがよくあります。今回の動画の焦点としては中国に対する高関税の話をしているわけですが、それ以外の国々に対しては相互関税については一旦は 40% や 50% といった関税をかける国々もあったのですが、現在では一旦それらについては停止され、一律 10% の関税をかけるといったところから各国間の貿易交渉が行われる段取りとなっています。一旦話は戻って米中の関税戦争について。お互いに 100% を超える関税を掛け合っている状態というのは、貿易関係が一旦見直しされるような状況です。10%、20% といった関税であれば、まだ製造コストをいかにして低減するかといった話や、輸入業者と販売価格、ある程度負担を分散させる形で価格帯の維持を努めようとか、なんとか企業努力の余地があります。しかし 100% を超えると、それはもはや企業努力ははるかに超えたものであり、今まで通りのビジネスはそう簡単には成り立ちません。Apple のスマートフォン、iPhone の場合だと、今のところトランプ大統領は相互関税部分については一旦停止し、フェンタニル関税の 20% のみとしています。しかし、これがいつまで続くかはわからないものですし、さらにはスマートフォンはスマートフォンで別枠の関税を新たに設けるという話もしているので、20% これでとどまるんだったら現状のままでいいやとはいかないものとなります。そのため今回、Apple は中国での製造をすっぱりと諦める方針を示したわけです。なお、Apple は自分自身で工場を持っているわけではなく、製造請負の会社に実際のところは任せています。中国においては、台湾企業の本廃が工場を各地に建設し、そこで働いている人々は80万人程度いると言われています。そのうち50万人程度が iPhone 関係の製造に携わっていると見られています。ですから、中国で作っているスマートフォン、これを全量中国国外へ出すとなれば、まるっきりこの50万人の失業へとつながる話です。ただし実際には全ての従業員が解雇されるわけではありません。というのも、中国工場で作られている iPhone は全体では1億台を超えます。そして、アメリカで販売されている iPhone の数が6000万台から7000万台ですから、この
アメリカで販売する用の iPhone についてのみ中国国外に出すという意味です。逆にこれまでインドにおいては、インド国内や近隣国に対する販売用の iPhone を作ってきました。インドでの生産量は約4000万台だと言われています。このアメリカ向けに作っていなかったものをアメリカ向けへと転換した上で、さらに製造量を増量して、今後はインドで作ったものを元にして、アメリカでの販売用にするというわけです。このように組み合わせの変更によって、トランプ関税の障害を突破しようというわけです。さて、これによってトランプ大統領の目指しているアメリカに製造業を戻すという話へとつながるかといえば全くそうはなりません。ここまでの話を聞けばアメリカに製造拠点を戻すという話が一つもなかったことにお気づきでしょう。アップルはあくまでも高い関税から逃れるために中国での製造を諦めて他の国へと移転しようという話をしているだけです。ですから、インドに移った後においてトランプ大統領がインドにも高い関税をかけるといえば、今度はベトナムなどを製造拠点として移すだけで、どんなに高い関税をかけるという話をしても、逃れる手段というのはやっぱりたくさんあるわけです。なぜそのようにしてまでアメリカへと製造拠点を戻さないかといえば、結局のところ人件費の違いというものが大きいからです。アメリカにおいては工場で働く人の時給が2500円や3000円といったことになるわけですが、中国であれば時給が400円や500円です。1億台や1億5000万台といった凄まじい量のスマートフォンを生産するために何十万円単位での作業員が必要というのであれば、この時給の違いというようなものすごいことになります。従来の価格帯で商品を販売しようと思った時にアメリカに製造拠点を戻すという選択は非現実的なのです。ただし、全てが全てうまくいっていないわけではありません。当然のように工場を移すというところまでは話が進むわけなので、中国の国力、経済力を削るという意味においては、今回の政策は少なくとも効果が間違いなくあります。何十万人単位での作業が他の国に移るわけですから、それに伴って作業員は仕事を失うわけですし、それによる経済活動の縮小というものも起こります。そしてこれは iPhone だけの話ではなく、他の企業においても関税から逃れるために生産拠点を他の国へと移そうという流れが当然のように波及していきます。ただしその際にもアメリカに製造拠点を戻すのではなく、東南アジアや南アジアなど様々な国へと生産拠点を動かす動きとなって、決してトランプ大統領の言うようにアメリカの製造業復活へとつながるわけではありません。また、製造拠点を移すということはそれに伴う費用もかかりますし、今まで中国に頼っていたということは、それだけ中国の方が生産コストが安いことを意味していました。生産拠点を移すことによるコスト上昇分といったものは、アメリカ企業にとっては利益を削ることとなります。また、コストという意味においては、各国において労働基準や労働関連の法律といったものは違います。中国で製造組み立てを行っている iPhone なわけですが、工場では12時間12時間の2交代制だそうです。それに対して、今度生産の主力となるインドにおいては、労働関連の法律に引っかかることから8時間8時間8時間の3交代になるそうです。当然のように同じ量だけ物を作ろうと思えば、より多くの交代をするインド工場の方が人数はたくさん必要になります。商品価格に反映されるほどではないにしても、少なくともアップルにとってどうしても利益率が下がることへとつながるでしょう。では、中国側においてこうした関税の影響に伴ってアメリカの企業が生産拠点を海外へと移すという影響などについて話しましたが、アメリカ側にとって悪影響が出ないかについての関連ニュースも見ておきましょう。トランプ関税はアメリカの農家の人たちに対して大きな打撃を与えようとしています。TBS の記事より中国アメリカ産穀物の3月輸入額 91% 減、トランプ関税への対抗措置の影響か。中国税関総署が発表した貿易統計によりますと、中国がアメリカから3月に輸入した穀物の総額はアメリカドル建てで2028万ドルとなり、前の年の同じ月と比べて 90.8% 減少しました。品目別だとトウモロコシは 99%、大豆は 11% 減少したということです。中国政府は3月、アメリカのトランプ政権が対中関税を引き上げたことへの対抗措置として、
アメリカの農水産物740品目に最大 15% の関税を上乗せしていて、この措置が大きく影響したものとみられます。そして4月に入ると、アメリカは対中関税を 145%、中国は対米関税を 125% に引き上げるなど、貿易摩擦がさらに激化しています。つまり、トウモロコシが 99% 減少したのは、関税 15% の影響であり、4月に入ってからのアメリカに対する報復関税 125% の影響はこれから出るということです。なお中国は対策として穀物の調達先をブラジルなどアメリカ以外の国に切り替えることを進めていると見られています。アメリカから中国へと輸出されているものは農産物が非常に大きいです。しかし他の生産地への切り替えもそれほど難しいわけではありません。中国はアメリカからの農産物購入をやめて他の国へと入手ルートを変更すれば、この影響は随分と緩和できてしまいます。また、トランプ関税の影響によってアメリカの製造業自身も決して良い状況ではありません。アメリカの自動車メーカーフォード、5月生産者から値上げ。トランプ関税一時免除なければ、アメリカで多く製造拠点を持っているアメリカの自動車メーカーたちですが、だからといって部品がアメリカ国内で全て作られているわけではありません。部品単位で世界中で安く作れるところがあれば、別に距離に関係なくどんどんと入れ込むといったことがあります。それは従来関税がかからないような国や無視できるぐらいの安い国といったものが存在していたからこそ成り立つ形です。トランプ関税は一律 10% は最低限かけるわけで、中国に対しては非常に高い関税といった具合にして、従来のやり方が通用しなくなることもあるわけです。そして全般的に最低限 10% は関税が上積みされることを考えると、輸入品については値上がりを避けられないといったのが多くのアナリストの見方です。実感として物の値段が安くなっているわけではありませんから、不安になっている人も多くいます。そのため CNN がこのようなニュースを流していました。経済政策支持率はわずか 37%。伝えた FOX ニュースをトランプ氏が通話。アメリカ FOX ニュースでさえ事態は芳しくないかもしれないと示唆したのだから、トランプ大統領にとってはひどい一日だろう。FOX ニュースが関税導入によるインフレと経済の不確実性に対する国民の懸念を浮き彫りにした世論調査を発表したことを受け、トランプ氏はメディア王ルパート・マードック氏と同氏が名誉会長を務めるメディア企業2社を批判した。トランプ氏は自身の SNS で長年にわたり FOX ニュースの反トランプ偽世論調査を廃止すると私に言っていたが、全く実行していないと主張した。トランプ氏は、この世論調査会社は、私とマガについて長年誤解させてきた。もっと言えば、新中国のウォールストリートジャーナルの変革にも着手すべきだ。最悪だと通話した。FOX ニュースはトランプ大統領を支持している報道機関として知られていますから、その FOX ニュースでトランプ大統領の経済対策に支持率が低いといった内容が流れて、トランプ大統領がこれに怒ったというわけです。最後にこの動画のまとめをしておきましょう。アメリカは世界第1位の経済大国です。そのためにトランプ関税は世界中の国々に対する影響力を持っています。しかし、だからといってトランプ大統領の思惑通りに全てことが進むわけではありません。最も激しい関税戦争が発生している米中間においては、アメリカの企業が中国を製造拠点として使うことを見直し、それに伴って中国国内の仕事が失われ、経済的な損失が中国で発生することは間違いないでしょう。しかし、トランプ大統領の目指しているようなアメリカ国内に製造拠点が戻ってきて、アメリカが製造大国として復活するというようなことは、ちょっと今のところはありません。それは単純な話として、人件費が高すぎるといった問題や、そもそもアメリカの国民それ自体がオフィスビルで働くようなデスクワークを希望している人が多く、工場労働者として希望するような人々が以前よりもずっと少なくなっている状態という問題もあります。それでいて中国が生産拠点としての立場を失っていくのと同様にして、アメリカで作られた農産物が中国へと輸出できなくなっていくという問題もまた発生し、決してアメリカもまた無傷では済みません。ましてや高関税政策を取ることによって、従来安く物を仕入れることができていたアメリカが、これからはより高い値段で物を輸入しなければならなくなります。そうした意味で、純粋に利益を得るのがどこかという話になると、今回の関税戦争に巻き込まれていない第三国です。例えば今回の動画で言えば、
生産拠点が移ってくるインドやベトナムというのは別に自分たちが何かをやったわけでもなく、トランプ大統領がかけた関税戦争によって工場の規模が大幅に拡充されるよという話になるわけなので、より多くの作業員が雇われ、その人たちに対する給料が払われるといった形で経済活動が活発化し、恩恵を得るわけです。もしもこのようなインドやベトナムに対してトランプ大統領がより高い関税をかけるとなれば、またアメリカのメーカーは、じゃあもっと安く作れる国は他にないかという話になって、次はインドネシアかな、カンボジアかなみたいな形で関税をかけられることによるデメリットと生産拠点を移すための費用などを計算した上で、今後も似たような動きをするわけです。よっぽどトランプ関税が世界中にかけられて、もはやどこにも逃れられないみたいなことにでもならない限りは、そうは簡単にアメリカに工場を戻そうという話にはならないでしょう。と、このように決して全てがうまくいくわけではない関税政策ですが、日本が見るべき理念といったものもあります。それは中国に対して自国企業が投資して肩入れしすぎるのはやめなさいというメッセージそのものについては日本も見習うべき点があります。日本の場合だと台湾有事やもしくは尖閣諸島、沖縄周辺での戦闘発生など将来的には十分あり得ることが想定されています。そうした戦争勃発時においては中国に対して投資していたものは全て中国側で没収の対象になったり破壊されてしまうかもしれません。そうした未来に対するリスクを勘案した上で中国に対する投資は決して直接的にするのは避けるべきだという考え方は日本の経済界にもっと強く持たれて良いはずです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも評価ボタンのクリックと他の方へのおすすめなどもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。